あなたは車の運転中に死ぬかもしれないと感じたことはありますか？ 2017 年6月5日、神奈川県足柄上郡大井町、東名高速道路の追い越し車線に2台の車が止まっていました。クソやら、道路に投げてやろうか。車の外で叫んでいる男の名は石橋和歩。ある一家とパーキングエリアでトラブルになった石橋は一家の車を執拗に追い回し、時速100キロで車が行き交う道路上にもかかわらず無理やり停車させたのです。車内に身を乗り出し、後部座席にいた男性の胸ぐらをつかむ石橋。運転席では男性の妻がすみませんと何度も頭を下げ、車内では幼い娘たちが泣き叫んでいました。やがて石橋が手を止めると、妻はすぐに後部座席から引きずり下ろされそうになっていた夫の元へ駆け寄ります。その瞬間、一家の車に猛スピードでトラックが突っ込んだのです。おさすけんちゃんです。やみやみこです。というわけでね、この動画を見てくださった方はちょっと驚いてるかもしれないんですけど、なんとアルゴメトリーね、数年ぶりにスタジオを変更しました。すっごい貯める。もともとね、ちょっと僕の家の部屋をスタジオに改造して撮影していたんですけれども、今日からはですね、恵比寿のね、シーシャバーシュメル、僕がやってるシーシャバーをスタジオとして撮影できればなと思ってますので、今後はね、アンティークのぬくもりにね、包まれながらね、ヤミコさんとね、一緒に撮影できればっていうことでね、僕らもね、かなり気分転換になったというか、今まではサイバーパンクっぽいね、ネオンとかでやってたんですけど、気持ちをね、新たにアルゴメトリーを再スタートというところでね、パワーアップできればと思います。なので、ちょっと新しいスタジオでね、びっくりしてる方もね、多いと思うんですけど、引き続きね、アルゴメトリーを応援していただければと思います。今回は2017年に神奈川県で発生した東名高速夫婦死亡事故について取り上げます。一家4人が必要な煽り運転を受けた後に、高速道路の追い越し車線で停車を強要され起きてしまった悲劇なのです。そんな追い越し車線でさ、停車なんてさせられたらさ、ビュンビュン飛ばしてる車あるんだから、もう止まれずに追突されるなんてさ、めちゃくちゃリスクあるんじゃないそれ。殺しにかかってるようなもんよ、そんなの。まあ明らかに危険なんですけど、男はね、そんなことも忘れてしまうくらい煽り運転に快感を覚えていたんです。事件の日、一家は家族旅行から帰るところでした。楽しいはずの車内はパーキングエリアでの些細なトラブルから最悪の結末を迎えるんです。暗闇の追跡。2017年6月5日、神奈川県足柄上郡中井町、夜9時過ぎ、高速道路上を1台のワゴン車が走っていました。家族旅行を終えて静岡の自宅へ帰る途中だった4人家族を乗せたその車。あなた怖いわ、ついてきてる。運転席には妻の美和さん、助手席には長女、後部座席には夫の健一さんと次女がそれぞれ座っていました。そして一家の車の背後にはぴったりと後をついてくる1台の車が。その車は時速100キロを超える速度で迫り、ハイビームを点滅させながら執拗に威嚇してきます。美和さんは震える手でハンドルを握りしめ、必死に車線を変えてその車を振り切ろうとしました。それでもなおその車は一家のワゴン車に張り付くようにして背後を追ってきたのです。そして背後を追ってきていた車はある地点で一家を追い越し、前へ回り込んだかと思えば急ブレーキを踏みました。危ない。美和さんは間一髪でその車を避けますが、その後もその車は何度も前方へ回り込み急ブレーキを繰り返したのです。なぜ一家は見ず知らずの相手にここまで執拗に追い回されているのか。全てはそのドライバーに対するたった一言の注意から始まったのです。時は数十分前まで遡り、それは美和さんたち一家が休憩のために東名高速の中井パーキングエリアに立ち寄った時のこと。運転お疲れ様、あとは任せて。美和さんと夫の健一さんはここで運転を交代。健一さんが後部座席へ移動した後、妻の美和さんはゆっくりと車を発進させました。その直後、目に入ったのは狭い通路で一家の行く手を遮るようにして止まっている1台の車。その車のそばでは一人の男が悪びれる様子もなくタバコを吸っていたのです。単発で細い目をしたその男の名は石橋和歩。邪魔だボケ。車のマナーに厳しかった健一さんは車内から車の止め方を注意しました。この時、言葉が多少荒くなってしまった部分もあったのかもしれません。妻の美和さんは何とか車を避けて本線へ向かいますが、石橋はすぐに車に乗り込むと一家の後を追ったのです。注意の仕方に腹が立ったのかもしれないけど、明らかに石橋が悪いわよ。腹が立ったからって言ってもちょっと追い回し方が異常すぎる、これは。普通ならムッとしても追いかけ回したりはしないですよね。石橋は車を運転していると異常なほどに切れやすい性格に変わってしまうんです。抑えきれない怒り。実
実のところ石橋から煽り運転の被害を受けたのは美和さんたちの一家だけではありません。石橋と交際していた女性によれば、彼はわずか4ヶ月の間に10回も交通トラブルを起こしていました。うち5回は警察が駆けつける騒ぎになったとも。他の車を煽って強制的に停車させ、降りてきた相手に殺すぞと凄んで車のワイパーを折る。石橋は以前からそのような暴力的な行為を繰り返していたのです。その都度交際相手の女性は石橋を注意していました。すると石橋は迷惑かけてごめんと頭を下げるのですが、ハンドルを握ればその約束をすぐに忘れてしまうのです。運転中に性格が変わっちゃう人ってさ、たまにはいるけどさ、これはちょっと度を超えてやばいわよね。こういうね、運転中に怒りっぽくなる人のことをロードレイジと呼ぶんです。というわけで本日のメトラキーワード、ロードレイジについて。ロードレイジとは、自動車の運転中に理性を失い、激しい怒りや攻撃的な行動をとってしまう心理状態のこと。単なるイライラにとどまらず、執拗な追跡や進路妨害、最悪の場合は暴力に発展することもあります。この心理状態は、運転席の匿名性と車という強大な力による万能感が引き起こすもの。前頭葉の働きが低下し、普段は温厚な人でも攻撃性が爆発することがあるのです。石橋は過去数年で7回の交通違反と4回の事故を起こしていましたが、実のところ元来はおとなしい性格とされていました。彼がロードレイジの感覚に支配されてしまったのは、実はそのおとなしい性格のために辛い経験をしたことが関係しているとされています。煽り運転を繰り返す石橋の性格を作った過去とは一体どのようなものだったんでしょうか。石橋は福岡県鞍手郡出身で3人兄弟の次男として生まれました。父は建設会社を経営しており、一家は裕福だったのですが、石橋が高校2年の頃転機が訪れます。この頃石橋の両親が離婚し、3人の兄弟はバラバラに暮らすことに。長男と三男は父に引き取られ、それまで通りの生活を続けられたのですが、次男の石橋だけが母親に引き取られることになります。住まいはそれまでと打って変わって3万3000円の古い木造アパート。急に変わってしまったその生活が石橋の中に葛藤を生んだ部分もあったのかもしれません。ただ石橋の性格を歪めてしまった原因としては、両親の離婚による環境の変化よりももっと深刻な問題が存在していたとされています。両親の離婚を経験した後、高校を中退した石橋は地元の不良グループとつるむようになるのですが、おい和穂、じっとしとけ。マンションの一室で石橋は地元の不良たちに囲まれながらその中心に座らされていた。その中の一人の手には太いマジックペンが。男は石橋の顔を乱暴につかみ、額に大きく肉と書いた。お前にはこれがお似合いだ。男たちはさらに石橋の鼻筋をなぞり、唇を真っ黒に塗りつぶしていく。石橋は抵抗することもなく、ただ下を向きじっと床を見つめていた。次はこれだ、気合い入れてやるよ。そう言うと男は石橋の頭をバリカンで刈り上げた。最高じゃん、こっち向けよ。石橋の顔は真っ黒に塗られ、頭はモヒカンの状態に。不良たちはその姿を写真に収め、彼を晒し者にした。幼い頃から口数が少なく、人と話すのが苦手だった石橋の仲間内での扱いはいじられキャラ。年頃を迎えるにつれてその扱いは凄惨ないじめに発展していきました。その惨めさから石橋は虚勢を張るようになり、強い自分を演じるようになっていったといいます。彼が強い自分でいられるのは、そう、車を運転している時でした。運転席の中で守られていれば気に食わない相手にも強気に出られる。他人の車を強引に止めさせる行為は、ずっと虐げられてきた石橋にとって他人を支配できる数少ない成功体験となっていたのです。また彼が煽り運転をするのは決まって女性が隣に乗っている時でした。交際相手によく見られようとするのは男性の性とも言えますが、石橋の場合はその気持ちも強い自分の演出につながっていました。彼は煽り運転だけでなく、交際相手の前ではコンビニなどでも店員に小銭を投げつけ怒鳴り散らすことがあったといいます。家庭の事情とかいじめっていう面で言えば同情の余地はあるのかもしれないけどさ、女性の前だけで気があるってもう一番ダサいやつじゃない。本当にそうですよね。過去のいじめられっ子だった自分をね、交際相手には知られたくないっていう心理があったのかもしれません。そして美和さんたち一家に対して煽り運転を始めた石橋。高速道路上でのその危険な行為が悲惨な事故につながってしまうんです。地獄の2分間。2017年6月5日、石橋はパーキングエリアでのトラブルを発端に美和さんたち一家を執拗に追い回しました。何度となく一家の車の前方へ割り込み、急ブレーキを踏む石橋。そして4回目に割り込んだ時、彼は追い越し車線上で一家のワゴン車を完全に停車させたのです。
一家のワゴン車が止まると石橋はすぐに前方に止めた車から姿を現した。出てこい。激しい剣幕でワゴン車の窓を叩く石橋。パパお願いだから開けないで。長女は泣きながら父親の健一さんにそう訴えていた。しかし謝ってくる。自分が出ていかなければその場は収まらないと考えた健一さんは意を決してスライドドアを開けた。その瞬間石橋は車内に身を乗り出し健一さんに詰め寄る。喧嘩売ったんのか。海に沈めるぜ。本当にすみません。どうか許してください。石橋は健一さんに何度も暴言を浴びせながらその胸ぐらをつかみ激しい暴行を加えた。妻の美和さんは車を降り何度も頭を下げた。お願いします。もうやめてください。娘たちも泣きながら何度もやめてくださいと訴えた。壮絶なそのやりとりが2分ほど続いた頃、石橋を止めたのは彼の交際相手だった。子供がかわいそうでしょ。もうやめて。石橋の腰を必死に掴んで引き離そうとする交際相手。彼はそこでようやく暴行をやめ自分の車へ引き返していくが、高速道路上に響いた激しい衝突音。時速91キロで走ってきた大型トラックが一家のワゴン車に追突し、ワゴン車は石橋の車まで巻き込んで中央分離帯に衝突した。車の外にいた美和さんと衝撃で外へ投げ出された健一さんの夫婦は娘たちの目の前で帰らぬ人となってしまった。高速道路上で一家の逃げ道を完全に塞いでしまった石橋。時速100キロ近い速度で車が行き交うその場所で無理に停車などさせれば悲惨な結末になることは目に見えていたように思えます。そして人を死なせてしまったその状況においても石橋に反省の色は見られませんでした。直後の現場検証の最中、石橋は警察の隣で大きなあくびをしていたのです。なんでこんな態度になっちゃうのか不思議でしょうがないんだけどさ、石橋氏もいじめられてたんでしょ。そういう経験があった頃こそ他人の痛みも理解できるんじゃないの。他人のね、痛みへの理解じゃなくてね、社会への恨みとか怒りに繋がっちゃう人もね、いるんですよ。そしてここからの裁判は、遺族にとっては非常に苦しいものになるんです。裁判における最大の争点は危険運転致死傷罪が適用できるかどうか。事故が起きた時車はすでに停車中、走行中を前提とする罪が成立するのかが問われました。検察は次のように主張します。事故の直前に行われた4回にわたる妨害運転が追突事故を引き起こしました。妨害運転と事故との間には密接な関係があり、危険運転致死傷罪は成立します。弁護側は事故が起きたのが停車から2分後だったことから危険運転致死傷罪は成立しないと反論。実は2002年に常磐自動車道で今回と同様の事故が起きており、その際は危険運転致死傷罪が成立しなかったことが引き合いに出されました。車を止める行為を危険運転とみなす規定が当時の法律には存在せず、2002年の事故では危険運転致死よりも刑の軽い過失致死の罪にしか問えなかったのです。その攻防が繰り広げられる中、石橋は注意されてムカついた、何も考えていなかったと繰り返すだけ。自分が犯した罪の重さに全く自覚がない様子でした。しかし前例は前例。この裁判では検察の主張が認められ、石橋に懲役18年の実刑判決が言い渡されるのです。ただ遺族にとって苦しかったのは、この時の裁判の手続きに誤りがあったとされ、裁判がやり直しになってしまったこと。結局2026年に石橋は懲役18年が確定するのですが、それまでの約8年の遺族の負担は想像を絶します。やり直し裁判の証言台で次女は涙をこらえながらこう訴えました。学校の行事で他の子に保護者が来ているのを見るたび寂しいなと思います。父と母が帰ってくるなら許すけど、それは無理だからせめてできるだけ辛い目に遭ってほしいです。そしてこの後に及んでも石橋の態度は変わりませんでした。彼は法廷を去る間際、裁判官に向かってこう言ったのです。俺が出るまで待っとけよ。たった一言の注意から一家の車を執拗に追い回し、高速道路上での停車を強要するという危険行為に及んだ石橋。二人の命を奪っておきながら、彼は最後まで遺族の思いを踏みにじるような態度を見せ続けました。人2人も死なせといてさ、反省ゼロじゃない。娘さんの涙を見て心が締め付けられたりってことはないのかしら。石橋にとっては車の止め方を注意してきたね、被害者側が悪いっていう感覚なんです。2020年、この東名高速夫婦死亡事故をきっかけに自動車運転処罰法が改正されました。高速道路での走行妨害や強制的な停車が犯罪行為として法律に明記され、厳しく罰せられることになったのです。しかし、たとえ法律で縛ったとしても、車に乗った時に気が大きくなり煽り運転をするような人間は今も確かに存在しています。自動車に乗ることは多くの人にとって日常的なこと。そのため危険だという意識が薄れてしまう面もあるかもしれませんが、それが人の命を
を奪う凶器にもなり得ることを決して忘れてはいけないのです。皆さんも身近で危険だな、怖いなと感じる車に出くわしたことはないでしょうか。おっさっす。皆さんいつもアルゴメトリーを見ていただいてありがとうございます。というわけでね、我々ね、夏にも差し掛かろうというところで、この度ね、ちょっとアルゴメトリーの視聴者さんから、オンラインサロン、秘密結社アルゴメトリー入りたいんだけど、なんかどんな動画があるかね、わからなくてね、お金かかるの不安っていう方もいらっしゃったんで、はい今回ね、7月末までにね、入会した方限定で、1週間分のね、無料期間を設けさせていただいてね、そこでこう、お試ししていただいて、気に入ったらね、ご継続いただけるっていうね、キャンペーンを用意させていただきました。オンラインサロンもね、もうかなりのね、期間をね、運営してますので、今ね、アルゴメトリーに上がってないね、オンラインサロン限定の動画なんとね、120分を超えました。というわけでね、オンラインサロン限定なんで、ちょっと過激な動画だったりね、YouTube に上げられないようなものばかりなんですけど、そちらもね、興味ある方はね、ぜひこのキャンペーンをね、利用して、秘密結社アルゴメトリーに入会してみていただければと思います。改めてね、7月末まで入会の方限定なので、ちょっとね、迷ってる方とかはね、試しにね、入ってみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、引き続きね、アルゴメトリー、そして秘密結社アルゴメトリーをよろしくお願いします。ニュースを見ていて判決が軽すぎると怒りを覚えたことはありますか。2025年8月4日、中国四川省広州市、深夜、スマホの画面には信じがたい光景が次々と流れていました。政府庁舎の前を埋め尽くす数千人の市民、響き渡る怒号、警察の盾に押し寄せる群衆、庁舎へと流れ込む人々。彼らは皆中国の国歌を歌い続けていました。現場は激しく混乱し、その様子は SNS を通じて瞬く間に拡散されていきます。なぜ数千人もの市民が命がけで暴れ出したのか。発端となったのはある廃墟で撮影された一本の動画でした。それは数人の女子生徒に囲まれ追い詰められる一人の少女の映像です。何度も繰り返される平手打ち、無防備な背中に繰り返し蹴りを入れるシーンも、そこにはっきりと記録されていたのは凄惨な暴力の一部始終。動画の中で少女はなんと4時間も暴行を受け続けていたのです。大規模デモのきっかけとなった少女のいじめ動画。未成年同士のトラブルがなぜそのような騒ぎにつながったのか。人々の怒りを駆り立てたのは良識と法律の間にあるギャップだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。